こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック37になります。今回はショートレイヤーをカットします。年代によっては以前のカット方法ですと地味になり老けてしまいます。では何が違うのでしょう。以前は収まりの良い正確なカットが人気でしたが、今は毛先の遊びや動きがないと地味に感じるのです。少々雑に思える無造作な感じになるようにカットしないと動きが出せません。また今のショートレイヤーはジェンダーレス、性差がない、エイジレス、年齢関係ないのショートレイヤーになります。今回は昔と違うショートレイヤーのカット方法でカットします。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。 YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。今回は動きのあるショートレイヤーをカットします。ポイントはディスコネクション、つなげないカットにすることです。もちろん毛先の表情や動きを出すために削ぎを行います。まずブロッキングは目尻の上がったラインよりカーブにシェイプして、バックセンターの頭の一番出ているところより上にブロッキングラインを取ります。はじめに前頭部と後頭部を分け取ります。耳の付け根の後ろで分け取り、第1ブロックはもみあげ部分を作ります。もみあげ部分は前下がりにカットします。もみあげ部分が分厚いので、この段階で削ぎを行い程よい薄さにします。もみあげの雰囲気、質感を出してから次のカットを行います。次はもみあげ部分とは別に新たなガイドとしてパネルを床と平行に引き上げカットします。次はパネルも床に平行に引き、下をガイドにカットします。このようにカットすることでレイヤーにカットされます。ブロッキングラインまで同じ要領でカットを進めます。チェックカットとして縦スライスに近い斜めスライスでチェックしていきます。本来きれいにつなげる必要はないのですが、一応見てみます。慣れてきたらこのチェックカットは必要ありません。反対側も同じように前頭部と後頭部を分けて、第1パネルはもみあげ部分を作ります。同じように薄く雰囲気を出すために削ぎを行います。次のセクションから同じ工程でカットします。バックはすでに短いのでアウトラインは少しだけカットします。
バックの第1ブロックはサイドの紙を前方向に流れを出したいので、ここは A ラインスライスでカットします。センターで分けて襟足に向かってカットします。次のパネルもガイドに合わせてカットしますが、ショートカットの場合、スライスラインの幅は狭くなります。短くなればなるほどパネルを薄く取らないと紙の長さの誤差が多くなりますので、パネルは薄く取ってカットしていきます。ある程度カットが進んだら、横のカットラインを見ながら横から縦にスイッチしてカットしていきます。これでこの辺の毛流れは前方向に流れやすくなりました。フロントサイドへと後でつなぎますので、どの位置でカットが終わったかを覚えておきます。次にフロントサイドをガイドに V ラインスライスに取り、バックへとつないでいきます。2、3パネル V ラインスライスでぼかしていきます。反対側も同じようにフロントサイドに向かってカットを進めます。先ほど覚えておいた位置で終了できるようにカットします。そうしましたら、先ほどと同じようにフロントサイドをガイドに V ラインスライスでバックセンターへぼかしていきます。
次にトップセクションをカットします。前頭部と後頭部を分けます。まずセンターで分けて、トップの横幅は目尻の上がったラインからバックセンターは逆三角形になるようにパネルを取り出します。三角に取るこの幅がサイド部分とトップ部分の分かれ目の位置になります。このように逆三角形に取って先ほどカットしたこのガイドとは、先ほどカットしたガイドはこれですが、これをオーバーする長さにカットしてつなぎません。ここからはウェットでチョップカットしていきます。センターで分けて縦スライスに取り、オンベースでチョップカットします。こちら側も同じようにカットします。そうしましたら、もう一度センターで分けて斜めスライスでオンベースにカットします。反対側も斜めスライスに取って同じようにカットしていきます。次にフロントセクションは横スライスに取ってバックをガイドに前下がりに新たなガイドを作ります。横にガイドができましたので、バックのここをガイドに縦スライスに近い斜めスライスで前方向にカットしていきます。トップと下のガイドを見てカットしていきます。反対側も横スライスに取って新たなガイドを作ります。縦スライスに取って、これがバックで切ったガイドです。それと今作ったガイドがこれです。これらをつないでいきます。あとは同じようにカットを進めていきます。
次に前髪をカットします。少し短めにカットします。センターで分けて前髪のセンター部分を4センチ幅ぐらいに取り、センターで合わせて垂直にカットします。するとこのように切れました。センターをガイドに少し集めるようにチョップカットします。前方向に引き、フロントサイドへとチョップカットでつないでいきます。反対側も同じようにカットします。前髪も床に平行に毛束を取り出し、垂直にチョップカットします。そしてフロントサイド方向に馴染むようにカットしていきます。次にトップ部分はモヒカンにパネルを取り出し、後ろの方が長く前が少し短くなるようにカットします。モヒカンができましたので、センターで分けてセンターラインと平行に取り、サイドの紙をトップセンター方向に集めてカットします。こちら側もセンターに集めてチョップカットします。前頭部と後頭部を分けて、フロントトップとバックトップ部分の角を取りながら少し角度をつけてチョップカットします。次にフロントサイドのオーバーラップした毛束をガイドにバック部分をチェックカットします。バック反対サイドも同じようにチェックカットします。バックセンターも横スライスでチェックカットします。アウトラインをチェックカットしていきます。トップ部分も横スライスで毛束をチョップカットでチェックカットしていきます。
はい、これでウェットカットの終了になります。では乾かしてからドライカットして仕上げます。はい、乾きましたのでチョップカットやそぎを入れていきます。まずはこの襟足部分の毛先の表情を出していきます。毛先が前に流れるようにそぎを行い、毛先の表情を作っていきます。バックセンターを横スライスに取り、毛先をチョップカットしていきます。ウェットでチョップカットしていますので、足りないところに入れていきます。バック両サイドも入れていきます。フロントサイド、この短い部分の毛先にそぎを入れていきます。もみあげや顔周りにも入れていきます。次にディスコネクトで作った毛束に毛先の表情付けをそぎで行います。前髪部分も毛先を軽くします。こちら側も同じようにそぎを行います。左右の分量を見ながら削いでいきます。
トップの紙も重たいと思われる部分に削ぎを行います。トップの毛束は横スライスに取り、紙の立ち上がりを考えて中間や毛先に削ぎを行います。バック部分も毛先に動きが出るように削ぎを行います。全体を見回しチェックします。できましたら少し濡らしてからドライヤーで形づけていきます。スケルトンブラシで紙を動かし、短い部分は指先で方向づけを行います。また長いところは手で紙を握るように乾かしていきます。紙の立ち上がりや動きを見ながら手を使って仕上げていきます。
整髪料を全体につけていき、髪の動きを見ながら形作っていきます。はい、今回はジェンダレス、エイジレスなショートレイヤー、カットを行いました。昔のショートレイヤーとの違いは、正確にショートレイヤーにカットするというよりは、長さに変化をつけてディスコネクションカットすることで、柔らかさや動き、立体感などを作ることだと思います。一見ショートレイヤーに見えますが、昔との違いがカット方法を変えることで雰囲気が出ていると感じます。これが男女差、ジェンダレスとなり、年齢差、エイジレスのヘアスタイルになります。人それぞれの個性となって幅広い層に人気があるヘアスタイルとなっています。今やファッションもジェンダレスになり、エイジレスなファッションが人気です。ファッションと連動してヘアスタイルも同じ傾向になっています。あとは仕上げ方で変化がつけられ、いろいろな雰囲気が出せるのがこのショートレイヤーの特徴です。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。